皆さんこんにちは。こちらは JBL J216 Pro Mark II です。発売は1986年。当時の定価は33,000円でした。比較的安価な JBL です。当時は小型で良い音が出るスピーカーとして人気がありました。今回はこのスピーカーの性能を詳しく見ていきます。このモデルの主なスペックは次の通りです。16.5 センチのバスレフ型です。クロスオーバー周波数が高めです。16センチならこの半分くらいでつながないと指向性に不連続ができる場合があります。能率は若干低めです。これは低音を出すためでしょう。許容入力の 60W は音楽の場合です。制限波の連続入力ではこの半分くらいになります。これと類似のモデルに次がありました。J216 の A タイプはウォールナット仕上げのモデルです。86年に Mark II が発売されています。外観の違いはプッシュ型のスピーカーターミナルとフロントグリルのロゴ、ツイーターのフランジにあるダミーのサラネジです。今回ご紹介するのは86年に発売された216 Pro Mark II です。このスピーカーは中古でしたので状態を確認します。ウーファーの口径は 16.5 センチとありますが、実質14センチです。エッジは布でできています。製造から40年過ぎても弾性があります。ツイーターは布を使ったソフトドームです。周りに見えるネジはダミーです。チタン蒸着されているようですが、薄い蒸着皮膜は音に関係しません。見た目がメインです。ネジで留める部分が割れています。これはこのモデルに共通する欠点のようです。中身を見ていきます。ウーファーは普通の設計です。ロングストロークに対応していませんので、振幅が大きくなると歪みが増える構造です。劣化の進み具合を調べるために単体のインピダンス特性を測ります。こちらはその結果です。F0 は 75Hz 付近にあります。エイジングが進むとこの数字が下がって、エッジが硬くなると上がります。このくらいなら正常と言えるでしょう。ターミナルが外れません。内側から接着されています。鏡を使ってネットワークを観察します。ツイーターはオクターブ 6dB、ウーファーはオクターブ 12dB の設計のようです。エンクロージャーの中身を観察します。補強リブは見当たりません。半分くらいの面にグラスウールが貼り付けてあります。ツイーターは裏側からフランジに接着されていて外れません。J216 Mark I はネジ止めでした。コストダウンされたのでしょう。フランジが欠けてしまいました。このままだと固定できないので修理します。
次回はこのスピーカーを測定して80年代の JBL サウンドを明らかにします。